ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのは南インドのチェンナイだ。南インドはデリーなどの北インドとは言語や文化が異なり、国際色のヒンドゥー教寺院や動作のような独特のグルメが魅力だぜ。北インドよりも治安が良くて安心して旅行できるという話も聞くよね。チェンナイはタミルナード州の州都で、南インドを代表する大都市だ。チェンナイの都市圏人口は1300万人以上に達し、3種類の都市鉄道が走っている。チェンナイメトロ、近郊列車、MRTS だ。順番に解説していくぜ。行ってみよう。チェンナイメトロは標準機、架線電化方式の都市鉄道だ。2015年に運行を開始した。ブルー、グリーンの2路線があり、総延長は54キロだ。都心部では地下、近郊では高架を走行する。建設には日本の ODA が活用されているぜ。日本とも縁がある路線なんだね。ただし、車両は日本製ではなく、アルストム製だ。車両は2路線とも共通。初期の旧編成はブラジル製だが、残りはチェンナイ近郊で組み立てられているぜ。インド国産なんだね。車両は片側4ドアのステンレス車体で、4両編成で運行されている。オリジナル塗装はシンプルな青帯だが、半分以上の編成は車体全体に広告ラッピングが貼られている。車内はこんな感じ。プラスチックのロングシートや3股のポールはアジア圏の都市鉄道ではよくあるデザインだ。つり革は日本の車両によく似た形だね。座席の上には網棚があると見せかけて実はないので、荷物を置こうとしないよう注意書きが書かれているぜ。網棚を使おうとすれば頭上に荷物が降り注ぐことになるね。一見すると平凡な内装だが、車両の端にはヒンドゥー教の格言らしきものが書かれていたりとインドならではの要素もある。メトロはチェンナイの公共交通で唯一冷房付きだ。暑いチェンナイでも快適に移動できるぜ。他の交通機関は非冷房なの？その通り。この後紹介する国鉄系の列車や路線バスは非空調だぜ。チェンナイメトロの運行形態は特殊で、ブルーライン、グリーンラインそれぞれの他に、2路線を直通するインターコリドー運用もある。インターコリドー運用はアランブルメトロでグリーンラインからブルーラインに直通し、空港駅まで乗り入れる。運行頻度はブルーラインが6から7分おき、グリーンラインとインターコリドーが12から14分おきだ。ラッシュアワーにはブルーラインのボッシャーメンペット、アランブールメトロ間で3分間隔の高頻度運転が行われるぜ。グリーンラインの列車は半分がインターコリドー運用で、ブルーラインの都心区間はラッシュアワーに増発されるんだね。チェンナイメトロは空港と都心部を結んでおり、旅行客にとっても便利な路線だ。都心側の乗り換え駅、セントラルメトロ駅は国鉄のターミナル駅にも接続している。ちなみに、チェンナイメトロの乗り換え駅は駅名にメトロがついているという特徴があるぜ。メトロ駅とは、変な駅名だね。チェンナイセントラルメトロ駅は2路線のホームが縦に並んだ構造で、エスカレーター1本で乗り換えできる。エスカレーターは右側を歩く関東式のようだ。エスカレーターを歩くことを公式に推奨する案内って珍しい気がするね。メトロの乗車方法は簡単だ。自動販売機で現金で切符を購入。レシートのような切符についた QR コードをかざせば改札を通れる。券売機横の案内では QR コードを読み込めばチケットをスマホ上で発券することもできるようだ。運賃は8から40ルピー。日本円で約14から69円だ。チェンナイメトロは現在パープル、イエロー、レッドの3路線が建設中で、新路線の信号システムについては日立レールが受注しているぜ。今後は日本のメーカーも進出するんだね。チェンナイメトロは他のアジアの大都市と同水準の快適な都市鉄道だが、これから紹介する路線はインドならではのアメージングな鉄道だぜ。近郊列車はインド国鉄の南部支社、サザン鉄道が運行する通勤鉄道網だ。国鉄線と並走する通勤電車で、西線、北線、南線の3系統がある。運行区間は1200キロに達し、インドの通勤鉄道網としてはムンバイ、コルカタに次ぐ3番目の規模だぜ。インドにも日本でいう国電が走っているんだね。北線、西線では複々線で長距離列車と並走する。日本の電車線、列車線を連想させる光景だが、走行する線路が完全に分かれているわけではなく、近郊列車が列車線を走行してくることもあるぜ。近郊列車、なかなかの長編成だね。そうだな。列車は12両編成だ。本数も多く、ラッシュ時には約5分おきに運行している。ちなみに並走する長距離列車は20両もの客車をつなげた長大編成だぜ。人口の多いインドの鉄道はさすがの輸送力だね。西線と北線の列車の大半はチェンナイセントラル駅を起点とする。チェンナイセントラルは東端式のターミナル駅で、長距離列車駅と近郊電車駅が並んでいる。ただし、一部列車はセントラル駅北側のジャンクションを経由してチェンナイビーチに乗り入れるぜ。南線はチェンナイビーチを起点とし、メトロと共に空港も通っている。このうち、西線と南線は本数が多く、北線はやや少ない。また、西線では近郊列車運行区間以沿まで乗り入れる中距離列車、MEMU も1時間に1本程度運行されているぜ。走っている車両の雰囲気が違うとはいえ、
国鉄の同じ線路上を近郊、郊外、都市間列車が走っているというのは日本の大都市に通じるものがあるね。インド国鉄は1676ミリの後期で、車両も横幅が3.65メートルと大型だ。車体幅3.65メートルというのは、JR 在来線車両の約3メートルはもちろん、新幹線車両の3.4メートルよりも大きい数字だぜ。車両を前から見ると横長なことがわかるね。チェンナイ近郊鉄道の交流用近郊電車はインドの鉄道車両メーカー、ICF 製だ。デリー、ムンバイ、コルカタなどの他の大都市と共通の4形式が使用されている。まずは4形式に共通するインドの通勤電車の特徴を見てみよう。洪水に備えて主要な電気機器が床上に配置されており、3から4両に1箇所機器室がある。機器室の区画は扉が閉鎖されているぜ。今のところ全車両が非空調で、車内には大量の扇風機が設置されている。また、ドアは手動で開閉できるのだが、走行中に風通しを良くするため基本的に開けっぱなしで走行しているぜ。これは危険だね。外の風を浴びようとドアステップから身を乗り出して乗車する客も多く、危険なので車内にデカデカと注意書きが書かれるほどだ。ちなみに、屋根の上に乗る客はさすがに見かけなかったぜ。側面のドアは開けっぱなしな一方、貫通扉はなく、車両間の行き来ができない。車両の端はただの壁になっているぜ。横向きに8席も配置できるとは、車両幅の広さがわかるね。車内は幅広の車体を生かし3列プラス3列のクロスシートとなっているが、座席はクッションのないただの木製ベンチだ。暗い壁色や鉄格子も相まって閉塞感がすごいね。新型はもう少し明るい内装だが、相変わらず鉄格子が目立つし、昼間は消灯しているので薄暗いぜ。吊り革がこれでもかと設置されているね。仕切り板が設置された車両があるなど、内装は多様で面白いぜ。謎の仕切りだね。チェンナイ近郊列車には通常の2等車以外に少し車内設備が良い1等車があり、非空調ではあるが座席にクッションがついている。また、1等車と同じ車両に女性専用区画もあり、側面の車線の塗装で区別できるようになっている。12両編成のうち、1等女性専用車は3両か4両連結されているぜ。チェンナイ近郊電車の形式は WAU4。1960年から現在に至るまでチェンナイで製造されている。製造年により大きく分けて4タイプが存在する。最も古い3枚窓車両は1980年頃に製造された。吊り掛け制御で、側面の窓は小さいのが特徴だ。チェンナイ近郊列車は編成の組み替えが多く、この第一世代はもともと単編成なこともあり新しい中間車を組み込んで走行している。第一世代は先頭車だけで、中間は全て窓が大きい別形式という編成もあるぜ。車内はこんな感じ。壁は水色でベンチは木製だ。新しい車両にはないロングシートもあるぜ。ロングシートというか、ただの板だね。次は第2世代車両。103系を連想させる1枚窓が特徴だ。側面については第1世代と比べて窓が大型化した。車内はこんな感じ。レトロなデザインのボックスシートだぜ。味がある内装だね。多分編成数が一番多い形式で、見かける機会が多かったぜ。インド版の103系も製造数が多いんだね。第3世代車両は丸みを帯びた流線形の前面形状が特徴だ。かつては第3世代のみの編成が走っていたが、編成組み換えの結果、おそらく全車両が第1、第2世代に中間車として組み込まれているぜ。日本の私鉄でたまに見る光景だね。第4世代は流線形の車体と派手なカラーリングが特徴の新型だ。インバータ制御で、技術レベルが大きく向上している。運転台周りは黄色の警戒色、車体側面は紫の目立つ塗装だ。旧型車両は機器室部分にもドアがあるが、第4世代は動力車は3ドアで、機器室部分には SR のロゴが書かれている。車内はこんな感じ。座席やポールは金属製で、旧型車両より明るい内装だ。運転台周りも紫の新造車らしき車両にも出会えたぜ。新車はライト周りまで紫なんだね。今後はドアが自動で開閉するエアコン付きの新型車両を導入するらしく、ウプ主は出会えなかったが2025年からすでに運行を開始しているそうだ。ついにドアが閉まるようになるんだね。中距離列車 MEMU は新旧2タイプが運行されている。3ドア8両編成で、近郊型とは異なる設計だ。特に旧型は前後で全面形状、塗装が違い、車体断面も中間車と制御車で違う面白い車両だぜ。車両中央のドアが謎に2箇所並んでいたり、近郊電車とはまた違った癖が強い車両だね。最後に MRTS について解説するぜ。MRTS はサザン鉄道が運行する高架路線で、チェンナイビーチからベラチェリまで、海岸沿いの19キロを走行している。開業は1995年で、規格は近郊列車と同じ。近郊列車のチェンナイビーチ駅を起点としており、近郊路線との直通運転も可能だ。ただし、現在のところチェンナイビーチから先に直通する列車はなく、列車の運行は MRTS 路線内で完結しているぜ。比較的新しい路線というだけで、近郊列車の1路線という認識でも良さそうだね。そうだな。きっ
プは同じ窓口で販売しているし、ロンドン地下鉄っぽい駅表も他の近郊電車路線と共通だ。車両も先ほど紹介したインド版103系が走っているぜ。車両も近郊列車と同じなんだね。塗装については電化路線を強調した稲妻のオリジナル塗装だ。ホーム長が短いため、他の近郊列車より短い9両編成で運行されている。近代的な高架路線だが、相変わらずドアは開けっぱなしで走っているぜ。駅の設備は近代的なのに車両はボロボロの、ギャップが激しい路線だね。MRTS は約20分に1本運行されている。MRTS はセントトーマスマウントまでの延伸が予定されており、将来的に近郊鉄道南線とメトロのグリーンラインに接続する予定だぜ。最後に、近郊電車と MRTS の乗り方を解説するぜ。切符は駅の窓口で売っている。行き先と乗車クラスを伝えて切符を購入する。自動販売機も設置されているが、実際には機械の前に座った職員が操作するぜ。これなら有人窓口と一緒じゃない。QR コードがついた切符が発見されるが、改札はないのでそのまま電車に乗ればよいぜ。改札がないなら無賃乗車が横行しそうだけど、乗客は本当に切符を買っているのかな？ウプ主も切符売り場に並ぶ客の数と電車の乗客数が明らかに合っていないのが気になったのだが、現地の乗客に聞いてみたところ、5割はオンラインで、3割は窓口で切符を購入しており、残りの2割は無賃乗車とのことだ。オンラインで切符を買えるなら切符売り場に並ぶ人が少ないのも納得である。抜き打ちの改札が行われることがあるので、大多数の乗客はちゃんと切符を買っているようだぜ。無賃乗車し放題というわけではないんだね。ボロボロの飛空調電車から近代的な都市鉄道までインドならではの独特な鉄道が走るチェン内。興味が湧いた人はぜひ訪れてみてほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。